25年ごとに2倍に増える魔法の金貨を見つけたと考えてみてください。75年後、8枚のコインしか持っていないでしょう。しかし1000年後には1兆枚を超える金貨を手にすることができます。4600年経てば金貨の総重量は観測可能な宇宙の全質量を上回るでしょう。この周期的な倍増は指数関数的な増加の一例で、黄金のガチョウ的な金貨が実際に発見されるという心配はないものの、過去200年ほどの間似たような増加を達成しているものがあります。それは世界経済です。経済学者の多くは、人々の生活を改善し続けるためには世界経済を永遠に成長させる必要があり、もし世界経済の成長が止まれば、人々は新しい価値を生み出すことに注力するよりも、現存する一定量の価値をめぐりより争うことになると考えています。そうなると疑問が湧いてきます。有限な地球上で無限に成長することはできるのだろうか。私たちは一国あるいは世界が生産し市場で販売されるあらゆるものの合計の経済的価値を追跡して経済成長を測定しています。これらの生産物は基本的なニーズを満たしたり、個人や集団の生活の質を向上させることができます。しかしこれらの生産物は発明、設計や維持に資源を必要とすることも重要です。例えばこのスマートフォン、これに価値がある理由の一つは、含まれているアルミニウム、ガリウムやシリコンを採掘、生成、加工するのにエネルギーと資源が使われているということです。またハードウェアの設計やソフトウェアの作成に費やされた労力があるから価値があるとも言えます。黒いタートルネックの男がステージで価値があると吹聴したからとも言えるでしょう。ではあらゆるものの経済的価値の合計を増やすにはどうすればいいでしょう。一つはより多くのものを作ること、もう一つは新しいものを発明することです。いずれにせよ経済を成長させるには資源とエネルギーが必要です。そしてそれらはいずれ枯渇するものなのでは。この問いに答えるために経済に投入されるものと産出されるものを考えます。投入物は労働力やいわゆるお金のことである資本、そして水やエネルギーなどの天然資源であり、産出物が価値となります。過去200年の間に経済が価値を生み出す効率は指数関数的に向上しました。もし私たち人類が経済を改善し続けられるなら、経済は類を見ないほど効率的になり、理論的には同じ資源、欲を言うとより少ない資源でずっと多くの価値を創出することができるでしょう。ではどうすればいいのか。何が効率を上げるのか。それは新しい技術です。しかしここで行き詰まります。新技術は物事をより効率的にするだけでなく、新たな需要を生み出し、結果としてより多くの資源を使うことになります。実際には多くの資源では枯渇する危険は差し迫っていません。しかしずっと重大で気を要する問題があります。世界経済、特に豊かな国の経済によって気候変動が進行していて、私たち全員が依存している価値ある自然環境、私たちの文明を支えている土壌、森林、水産やその他の数えきれない資源を損なっています。では私たちはどうすべきか。これは経済学者の意見が分かれるところです。経済学者の多くは新しいアイデアがこれらの問題の多くを解決できると考えています。彼らによると、資源やエネルギーの使用量が指数関数的に増加したことが経済の指数関数的な成長を後押ししたのと同じように、人間の才知も指数関数的に高まってきていて、これらの難題を予想できない方法で対処するに至るのだそうです。例えば2000年から2014年の間にドイツは GDP を 16% 成長させ、一方で CO2 排出量を 12% 削減しました。これは素晴らしいことですが、温暖化を 1.5 度に抑えるには不十分な排出量削減のペースです。これらの理由から経済を完全に設計し直すことが解決策であると考える経済学者もいます。彼らは本当にすべきことは成長への依存から脱却し、ポスト成長の経済へ移行することだと説きます。それはどういうものか。ポスト成長の経済では経済成長すべきだとは考えず、代わりに再生可能エネルギー、医療、公共交通など本当に必要なものを改善することに焦点を当てます。
そのためにコスト成長を考える経済学者は、豊かな国々が生活賃金を保障し、富と所得の不平等を減らし、医療などの公共サービスを誰もが確実に受けられるようにすることを提唱しています。このような経済では、人々は理論上生計を立てたり、医療を受けるために仕事にあまり頼らなくてもよくなり、必要性が低いと考えられるものの生産を縮小できる実現性が高まるかもしれません。しかし、新たな疑問が浮かびます。何が必要かを誰が定義するのか、避けられない意見の相違をどのように解決すればいいのか、本当に産業全体をなくせるのだろうか、問題を解決する新たなアイデアは見つかるだろうという考え方は、魔法の金貨の話と同様、現実的ではなさそうです。また、経済を根本的に変えるべきという考え方も、特に豊かな国々では政治的に困難なようです。いずれにせよ、全ての人に利益をもたらし、かつ地球を大切にする方法も見つける必要があるのです。テッドエドは、質の高い教育コンテンツを多くの言語で無料で人々に提供できるよう取り組んでいます。パトレオンに寄付して、非営利のサポートをしてください。チャンネル登録もお願いします。